はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。今日は女性の発達障害というテーマでお話ししようと思います。で、女性の発達障害ってですね、意外と知られていなかったりとか、発見が遅れたりとかですね、診断されてないことって多いんですね。それは、発達障害、特に ASD ですね、自閉スペクトラム症っていうのがですね、男性に多いような疾患だから、ロジカルで相手の気持ちをあまり重視しなくて、こだわりが強いっていうのは男性っぽい性格のイメージですありますよね。だから男性に多いような疾患なんじゃないかと思われがちですけれども、実際はそうではなくて、おそらくですね、知性っていうもののばらつきを発達障害というのであれば、男女差っていうのは基本的ないんじゃないかっていうのが、僕の推論です。もちろん統計的にとっては、男性の方が多いんですけれども、やっぱり女性はまだまだ診断されてないんじゃないかなと思います。ということで今回はですね、女性と発達障害というテーマで、まず最初に女性の生きづらさということをですね、皆さんと確認した後に、発達障害であればどういう問題があるのかということをお話ししようかなと思います。はい。で、まず発達障害といってもですね、いろんなタイプがあるんですね。で、発達障害っていうと、学術的にはですね、ASD、自閉スペクトラム症ですね。ASD、ADHD、注意欠如多動症、あと学習障害。この3つに大きく分けたりするんですけれども、ASD と ADHD は合併することが多かったりします。で、なので僕はまとめてですね、発達障害と言ったりすることが多いですね。で、ASD、自閉スペクトラム症はですね、5つないし4つのタイプに分けると言われてます。受動型。おとなしくて言いなりになりやすい。黙っていてなんかニコニコ常にしてるようなタイプと、積極聞き型。空気を読まずガンガン話しかけに行くようなタイプですね。積極でちょっと変わった人ということで積極聞き型って言うんですけど、大きく分けてこの2つで、あとはですね、孤立型って言って一人が好むタイプもあれば、尊大型、なんかすごく偉そうなタイプもいれば、大行型、なんていうのかな、大げさな振る舞いをしちゃうような変わった人ってことで大行型っていうのもあったりしますね。大きいところで言うと受動型、積極聞き型とか言ったりします。で、あんまりカテゴリーに分けることは僕意味がないなと思ってるんですよね。それはなぜかって発達障害って知性のばらつきのことを指すので、いろんなタイプがいるんですよね。だから、いろんなタイプがいるので、あんまりタイプに分けるよりは、その場その場で考えていった方がいいんだけれども、目印としてですね、分かりやすいものとして、受動型と積極聞き型っていうのがありますね。はい。で、じゃあ、とりあえずですね、って言っちゃいましたけど、とりあえず女性の生きづらさを、お話ししようかなと思います。で、女性ってやっぱりですね、女性であることが、不利というかですね、生きづらさを生んでることってありますよね。で、女性の生きづらさを、子供の時からですね、考えてみると、まず女性同士のコミュニケーションをしなくちゃいけないんですね、女性っていうのは。男性だと男性同士のコミュニケーションなんだけれども、女性同士のコミュニケーションをしなくちゃいけない。で、これがですね、女性同士のコミュニケーションというのは独特で、なんか言語化されなかったりとか、なんか情緒を重視したり、いわゆる空気を読まないといけないことって多いんですよね。だから男性同士の会話とか、社会での会話、会社とかでの会話とかと違ってですね、女性同士のなんかこういう幼稚園とか小学校とか、プライベートで交わされる会話っていうのは、あんまり共感重視で、情報のやり取りに終始しないという独特の、ルールがあったりします。あとはですね、女性らしい振る舞いっていうのを女性は求められるんですね。で、女性らしい服装を着なきゃいけないっていうことが求められてしまう。男の人はですね、もう雑でいいんですよ。雑でやし、僕も雑だし、言葉遣いも汚くてもね、許される場面も多いし、服装だってね、男の人の服装なんか適当で良かったりしますからね。でも女の人はですね、そうはいかなくて、やっぱ、きちんとしなさいと言われやすいですね。男の人に比べて。で、15歳ぐらいになってくるとですね、性の危険性っていう、ものになります。いわゆる、痴漢に遭うとかですね、変にナンパされちゃうとかですね、そういう危険に遭うんですね。だからそれは男の人よりも早かったりします。もちろん男の子でもですね、そういうふうにレイプされちゃうとかですね、痴漢に遭うってことはあるんだけれども、女の人の方がはるかに多いですね。はい。
そう、あります。そうだね。で、ですね、20歳ぐらいになってくるとですね、まあ、20歳過ぎて大学卒業してからでもいいんですけど、まあ、会社に入っていっていきます。で、会社はですね、もう、今でもまだ男社会ですね。当たり前ですけど、男性社会ですよ。だから男性、今度は女性の社会に慣れたと思ったら、今度は男性社会で生きる術を身につけなきゃいけないという、難しさがありますね。だから男性中心社会なので結構やりにくいですね。だから男性社会なんで男性が生きやすいように作られているので、女性にとっては生きづらい社会になっています。で、結婚したらですね、家事、育児は女性のものにされがちですね。だから、なんていうのかな、本来は夫婦平等でやるべきなんだけれども、そうは言ってもですね、やっぱり女性がメインでやらなきゃいけないことが結構多かったりしますね。特に育児なんかはですね、出産も含めるとですね、女性が中心にならざるを得ないということでございます。はい。男の人は、産むことはできないですからね、これも、女の人の、まあ、男の人に対し、よりも不利なことかなと思いますね。で、あとは妊活とかね、そういうのも含めると女の人の負担が大きかったりもしますね。あとは親戚付き合いとかも、女性の仕事とされがちですよね。はい。あとはですね、まあ、母子関係ですね。母との関係がやっぱ特殊ですね。男の子と母親の関係よりもやっぱ母と娘の関係の方が密着感があったりとか、本音を言うことが多かったりとか、お母さんの愚痴を聞き役になっちゃったりとかですね。まあ、お母さんとの関係というのも結構トラブルが多かったりしますね。まあ、これが女性の生きづらさですね。もちろん生きづらい部分もあればですね、女性ならではの武器っていうのもあるわけですね。だけど、発達障害の人だとですね、この女性ならではの武器っていうのが、うまく使いこなせない。だから不利な状況ばかりが多かったりするっていうのが、まあ、あるかなと思います。で、生きづらいからですね、女性の発達障害の人に多いのはリストカットとかですね、摂食障害とかが多かったりしますね。それはなんかこう、生きづらくて、でもどう生きづらいのか言いにくくて、誰にも言えなくて、それで、一人でですね、リストカットしちゃうとかですね、食べ吐きの方に走っちゃうとか、あとは痩せたら綺麗になってみんながチヤホヤしてくれる。痩せたら、助けてくれるっていうことを、まあ思い込むというか、誤って学習してしまって、それに終始しちゃうってことも結構あるかなと思います。はい。で、コミュニケーションから話そうかなと思いますけど、女性同士のコミュニケーションではですね、例えば受動型だとですね、まあ自分の意見が言えなかったりとか、もじもじしたりとかですね、してることが多いですね。だから何を言ってるかわからなかったりとかして、相手がどういう会話が起きてるのか、その女性同士の会話ってとても複雑ですよね。ボディーランゲージもあったり、皮肉もあったり、マウンティングもあったり、言語以外の量も多いですし、いろんな人がピーチクパーチクって言っちゃいましたけど、まあいろんな女性同士喋っちゃうから、もうついていけないのよね。で、ただただ困っちゃう。で、相手もですね、なんかこう、自分で喋りに夢中になってるかと思ったら、もう全部聞いてるんだよね、女の人っていうのは。聞いてるからこの人喋ってないな、なんかつまんなそうだなとか思ってですね、孤立しちゃうってことは結構ありますね。で、その結果弾かれちゃうんだよね。弾かれちゃって孤立しちゃって、知らないうちに孤立しちゃうところは結構あるかなと思います。積極切り型の場合とかですね、尊大型とかですね、応行型の場合はですね、まあ、無神経と思われますね。ガンガン自分の言いたいことだけ喋っちゃうし、自分の感じたことをそのまま喋っちゃうので、相手はイラッとしちゃったりとかしてですね、無神経と思われていじめになっちゃうパターンっていうのも結構あるかなと思います。だから、極めてね、早い時期に、挫折するんですね。これは男の子だったら、5歳ぐらいの時だと、まあね、一人でね、黙々とね、電車とかで遊んでても別に良かったりするんだけど、女の子だと女同士でね、の輪にね、強制的に入れられちゃうので、こういうことが起きて、トラブルになっちゃうってことがありますね。で、まあ女性らしい振る舞いとか服装をしなきゃいけないってこともなかなかできなくてだらしないと思われたりですね。あと TPO に合わすのが苦手だったりするんですよね。だからなんかやけにね地味な服を着てきたりとかやけに派手な服を着ちゃうってことも結構あったりするので、まあなかなかねうまくやれない人が多かったりしますね。だから服装ってファッションって結局その空気の読み合いというか、いかにその場に合わせて、場に合わせつつもちょっとだけどう目立つかっていうのがファッションの
ファッションなので、一番苦手なんだよね。だから全然よくわからなくて間違った格好をしちゃうところが多かったりしますね。はい。で、この時期ですよね。この時期にやっぱりこういうリストカットとか摂食障害とか覚えちゃうことが多かったりします。で、15歳ぐらいからですね、性の危険性に、合う。で、女性はですね、発達障害の人はですね、普通の女性は多分会いやすいですね。警戒心がなかったりするし、孤立してたりとか、いじめにあってたりして、男の人にかばってもらうとかですね、男の人に寄ってこられやすい隙が多かったりするんですよね。で、その結果ですね、いい人ばかりだったらいいんだけど、悪い人もたくさんいるんですよね。で、性被害に遭っちゃうことも結構多かったりします。で、夜ね、一人でポトポト歩いてる時に、被害に遭っちゃうってこともあれば、騙されちゃうこともあるし、変な彼氏がついちゃうとかね。で、やけに年齢の離れた彼氏ができたりとかね、しますね。もう、本当聞いててね、本当におぞましいっていうか、僕もなんか怒りを感じるというか、ありますよ。20ぐらい年が離れたね、彼氏を作っちゃったとかね、結構あってですね。本当にとか思うことは結構ありますね。まあもちろんうちのねクリニックはもう高校生以上というかもう大学生ぐらいからしか来ないからあれですけれども、どこまで自己責任なのかなとか思ったりしますね。で、その男性との関係とか付き合い方もですね、よくわからないので、妙にね、見捨てられ不安が強くなる境界性人格障害のような振る舞いをすることもあればですね、過度に依存しちゃうということもあったりしますね。かなと思います。で、性依存みたいなことになっちゃうこともあるし、一人の人にグッと依存しちゃうこともあるし、っていうことですね。だからこう、女性同士とか同年代とのコミュニケーションがすごく難しくて、それを覚えないうちにこう、年齢の上のですね、男性と付き合ってしまう。そしてその、コミュニケーションが下手な分肉体的な奉仕によって、その相手の気を引こうとしちゃうっていうね、間違った、人間関係を理解しちゃうっていうパターンは結構あるかなと思います。はい。で、大人になってくるとですね、まあ、男性社会に入っていって会社に入るんですけれども、まあ、やっぱりなかなかですね、会社のルール、暗黙のルールとかに、理解できずですね、まあ集団の中で不適応を起こしてですね、鬱になっちゃうところも結構あります。で、まあなんとかでやりてきてもですね、今度は結婚したら、全然家を片付けられないダメ嫁みたいな烙印を押されちゃうことがありますね。あと育児がすごく苦手で、育児に関してもね、ネグレクトみたいになっちゃったりとか、子供をどう扱ったらいいかわからないから虐待みたいになっちゃうってことも結構ありますね。で、旦那さんのパートナー選びも結構失敗することが多くて、離婚になりやすかったりするし、DV 男を捕まえちゃうってこともあるし、逆にね、逆というか同じようなタイプ、発達障害系の旦那で全然育児や家事を手伝ってくれないってパターンもあったりしますね。あと、嫁姑問題でトラブルが起きるとかね。もうたくさんありますね。で、あとはですね、子供が思春期になった時に、相手の気持ちが全然わかんないパターンっていうのも結構ありますね。だから、発達障害の人のレパートリーが少なかったりするんですね。感情のレパートリーとか経験のレパートリーが少ないので、子供のですね、多彩な、感情とかを、把握できずになんかトラブルになっちゃって虐待児みたいなことになることも結構あります。で、あとは、ずっと付きまとうんですけど、母との関係ですね。だから、発達障害の女性っていうのは、母との関係でずっと悩んでることが多いですね。だから、できない子供だったので、お母さんが過度に保護をしちゃって、母子密着が強烈になっちゃったパターンもあれば、お母さんもね、発達傾向があって、愚痴をね、他のところで言えずに、娘にだけ言い続ける。だから娘っていうのが、お母さんのいいおもちゃのようになってしまうってパターンもあるし、逆にね、お母さんしか助けてくれないと思ってですね、子供の方がお母さんを振り回しちゃうってパターンもあるしね、母子密着ですね。そういうことがあったりするかなと思います。はい。まあ、ということかな。まあ、一通りざーっと、思いつくままに喋っちゃいましたけど、この一個一個もね、本当はもっと喋れることがあるので、まあ、喋ってみたいなとは思いますけど、今回はですね、まあ、女性と発達障害というテーマでざっくりお話ししてみました。
また機会があったらお話ししようと思います。はい。では、今回はですね、女性と発達障害についてお話ししました。以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て、良いと思ってくれた方はグッドボタンを、チャンネル登録とシェアの方よろしくお願いします。本当にね、女性の発達障害は、苦しいし、辛い思いをされている方多いので、悩んでるのはあなただけじゃないので、知識をつけてもらってですね、解決策をですね、一緒に考えていければいいと思います。はい。ではまた。